ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体は、スバリグとキンサルよ。この2体は AE 配信時に無料で追加されたコンテンツ、セイント&セデューサーに登場する死体よ。地味だから記憶にないって人も多いんじゃない？だけど侮るな彼。実は彼らは、現環境で最強クラスの獣人候補よ。というわけでまずは彼らの性能を紹介するわ。始まるよー。なぜ彼らが最強クラスと言えるのか。それは実際に戦うところを見てもらった方がいいわね。その理由がこれよ。スバリグはダークセデューサーの戦士召喚。キンサルはゴールドセイントの戦士召喚を使うわ。しもべはごく普通の近接戦士でしかないけど、召喚を使えるだけで十分強いと言えるわ。でも単なる召喚なら他の死体でも可能よね。彼らの最大の強みは、しもべが消えたら即座に再召喚することよ。なんてことないように思うかもしれないけど、実はこれが可能な NPC はほとんどいないわ。召喚を使える NPC は大抵破壊魔法も使えるから、マジカを破壊魔法で消費してしまって、しもべが消えてもマジカが残ってないことが多いわ。結果的に召喚を使えるのは戦闘開始直後のみになりがちよ。その点この2体は召喚以外の魔法を使えないから、マジカ切れに陥ることがないわ。だから即座に再召喚が可能というわけね。スカイリムでは召喚が強いから、獣人を連れてるだけでも強いのだけど、その獣人がさらにしもべを召喚して、しかも戦闘中何度でも再召喚が可能。どうかしら。私が彼らを最強クラスと評する理由が分かってもらえたと思うわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがスバリグとキンサルのステータスよ。2体同時だからぎゅうぎゅう詰めになってしまったわね。重要なところを順番に見ていくわ。まずはレベル。最大レベルは25と少し低めね。だけどどれだけレベルを上げても獣人化可能なわけだから、これはメリットとも言えるわ。適性があるのは両手武器と片手武器。スバリグは両手武器。キンサルは片手武器の方が得意だけど、大差ないから好きな方を持たせればいいわ。両手武器と片手武器どちらのパークも持ってるけど、剣か斧のパークしかないから、戦鎚やメイスは避けるべきね。適性はないけど弓やクロスボウを持たせるのもおすすめよ。しもべが近接タイプだから、前衛をしもべに任せて背後からチクチク攻撃する。という戦術がかなり強力よ。もちろん攻撃力は落ちるけど、エクストラダメージ2を持ってるからそこそこのダメージは出せるわ。ダメージを重視するなら近接武器、安定を重視するなら遠距離武器、どちらも強力なことに違いないから、どう運用したいかで決めるといいわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわよ。まずはリサードに話しかけて、街道で問題を抱えているようだなを選ぶわ。そうしたら力の均衡が始まるから、あとはクエストを進めれば、カースワス店のそばにキンサルが出現するわ。これは必須ではないけど、戦闘前に隠密で接近して、キンサルの日記を読んでおいた方がいいわ。本来なら倒してから日記を読むのだけど、そうするとクエストマーカーが消えてしまうわ。先に日記を読んでおけば、クエストマーカーを残したままクエスト進行が可能で、獣人はよく行方不明になるから、クエストマーカーを残しておくと何かと便利よ。日記を取り上げるとクエストマーカーは消えてしまうから、そこだけは注意が必要ね。それじゃあ次はスバリグよ。スバリグはブロンズウォーター洞窟の近くに出現するわ。ここでもさっきと同じように隠密で日記を読めば、クエストマーカーを残したままにできるわ。あとはリサードに報告すれば力の均衡は終わりだけど、これはやめておいた方がいいわ。そんなことをしたらせっかくのクエストマーカーが消えてしまうし、何より死体が時間経過で消えるようになってしまうわ。続きのクエストの進行条件はすでに満たしてるから、報告しないメリットの方がはるかに上よ。注意点として彼らを出現させるのはレベルが20以上になってからの方がいいわ。モッドを使ってレベル1のステータスを表示させると、最大体力は175ね。レベルを20まで上げるわ。この通り、レベルは25まで上がってるのに、最大体力は175から変わってないわ。実は彼らのステータスは出現させた時点で固定されて、その後二度と変わることはないわ。だから最高性能で獣人にするには、レベル20以上で出現させる必要があるってわけね。少し面倒だけど、せっかくの最強クラスの獣人だし、こだわりたい人は気をつけた方がいいわ。
ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はスバリグとキンサルについて紹介したわ。どちらも世界に一人しかいない珍しい召喚魔法の使い手で、しかも実用性も抜群よ。死体コレクターならぜひキープしておきたい一品ね。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。